皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方も一緒にお話をしていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。今日からしばらく俳句について話そうと思います。俳句って古くない？って思うかもしれませんが、実は今も日本の日常の中にしれっと登場していることが多いです。例えばこれなんですが、これは昔からある毎朝私が食べているヨーグルトなんですが、ブルガリアヨーグルトと呼ばれるヨーグルトです。この蓋を開けると、じゃじゃん。見えるかな？ここに俳句が書いてあります。3つ書いてあるんですけど、1つだけ私が好きなのを紹介すると、規格外、人も野菜も味があるとか、そういう感じの俳句が書かれてあります。こんな風に意外と、いろんなところに隠れてる、いろんなところに紛れているのが俳句なんですよね。ところで皆さん、今、しれっと俳句を私読みましたが、俳句は知っていますか？私は最近、子供と楽しむ俳句教室という本を、オンラインで読んだんですが、俳句ってよく考えると日本語学習にすごく向いてるなぁというふうに思ったので、今日は俳句とは何かと日本語学習に向いてると思った理由を皆さんにシェアしたいと思います。まず、俳句についてなんですが、俳句は日本で生まれた最も短い詩ですね。五七五の17音でできています。多くの場合、季語と呼ばれる季節を表す言葉が入りますね。例えば、桜。皆さん、どの季節を思い浮かべますか？正解は春ですね。たった17音なんですが、例えば桜っていう言葉を入れるだけで、書いていないことまで読み取れるという奥行きがあるのが俳句なんですね。日本語の圧縮された表現っていうのを体験できるので、とても面白いですよね。で、皆さんに俳句を紹介しようと思った理由3つあります。1つ目が俳句自体が日本語学習に向いているということですね。短い言葉の中に季語であったり情景であったりっていうのがあって、日本語ってこんな感じで余白を含めて表現するんだっていうことを学ぶことができます。皆さんは文章を読むときは言葉の裏側まで考えたことはありますかね？俳句はそれを自然に体験することができます。次、二つ目ですね。二つ目は日本文化の理解につながるというとこですね。俳句は日本人が長い時間をかけて共有してきた感覚とか価値観が自然に入っているんですよね。季節の感じ方とか時間の流れとか、あとは、自然との距離感とか、そういう感じ。言葉以上に日本人のものの見方というのを学ぶことができます。ちなみに皆さんの国では自然や季節を言葉で表すとき、どんな表現がありますか？もし面白い表現があったら教えてください。では3つ目ですね。3つ目は読み取る力を鍛えられるということですね。俳句は意味をはっきり説明しないので、行間や雰囲気、言葉の裏の文脈を想像する必要があるんですよね。これは日本語みたいに背景を共有することで伝わる文化っていうのを理解する上では、すごく役に立つんじゃないかなって私は思ったんですよ。これが今回紹介したいと思った一番大きな理由ですね。皆さんも日本人との会話中に、どういう意味みたいに思ったことないですかね？一回はみんなあるんじゃないかなと思うんですが、俳句はその言わない
感覚、背景を共有する感覚っていうのを養う練習になるんじゃないかなって思っています。ということで、今日は俳句を学ぶ価値をお話ししました。次回は俳句を理解する上でも、日本文化を理解する上でも大切なハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化について話そうと思っています。これを知ると、日本人のコミュニケーションの捉え方っていうのが変わってくると思います。皆さんの国の会話の仕方と比べながら聞くとより面白くなると思うので、ぜひ明日も聞いてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。